バレにくい嘘。映画のポーカーの場面では相手との騙し合いが繰り広げられますよね。今回は悪用現金でバレにくい嘘を紹介します。まず、嘘がバレる原因って違和感や矛盾が原因だったりします。僕も人狼ゲームをやると嘘とかついてもこれが原因で速攻処理されます。悲しいですよね。なので、ロジックが崩れていないか、矛盾が生じていないかに気をつけることが嘘をつく上で大前提となります。また、矛盾が生じにくいように嘘と真実を織り交ぜて話したり、事実を適度に修正したり、証明しようがない話を展開するのもコツと言えます。この事実を修正して相手に誤解を与える方法は、心理テクニック的にはミスリードと呼ばれたりもします。他には、墓穴を掘らないように多くを喋らないことも重要と言えます。とは言っても、普段めっちゃ喋る人がいきなり黙り込んでも不自然なので、心理戦ゲームだとそこら辺の塩梅って難しいですよね。ちなみに相手の性格や物の見方、何を知っていて何を知らないかなどを会話の中もしくは事前に調べておくと嘘がより巧妙になります。事前に調べた情報をもとに素性を探るのをホットリーディングといって、会話、容姿、仕草などから即興で情報を抜き取るのもコールドリーディングと言います。ここまでで半分ぐらい喋った感じですけど、使えそうな知識はありましたか？後半は嘘が得意な人の特徴とかを紹介していきます。嘘が得意な人にも特徴がありまして、結論から言うと長期記憶が優れている人です。なんでかっていうと、嘘がバレる大抵の理由が嘘の詳細を忘れることだからですね。時間の経過で記憶が曖昧になり、矛盾が生じることで嘘は発覚します。なので、いつ、どこで、誰と何をしたという記憶を長期的に鮮明に持っておける人の方が嘘つきに向いていて、長期記憶が苦手な人は瞬間的に嘘をつくのが上手かったとしても、二度と相手と会わない場合を除いて、その後、徐々に嘘がバレる可能性が高いです。逆に、嘘を見破る場合、その場では嘘を暴こうとせず、疑わしい情報を多く喋らせて、後からボロを出させるのが有効です。ボイレコで記録しとけば完璧ですね。他に嘘がバレる例として、普段と違う速さでまくし立てたり、嘘をつくために下手に時間をかけすぎた時があります。一つ目は当然と言えますが、二つ目に関してもすぐに返事ができるのに、変に間を空けたら変ですよね。うまい嘘をつこうとせず、事実も織り交ぜた自然な会話の中で嘘をつく方がバレません。大衆は小さな嘘より大きな嘘に騙されやすい。なぜなら彼らは小さな嘘は自分でもつくが、大きな嘘は怖くてつけないからだというヒトラーの言葉がありますが、大胆な嘘、しかも複数人で組織的に疲れる嘘もなかなか見抜けません。とは言っても、相当の度胸と内部告発の危険性も考慮する必要があります。とは言っても、嘘というものは業績がいい時など一番バレてほしくない時にバレるものなので、誰かにサプライズする程度に用いる方が良いかもです。コメントお待ちしてます。